鶏の混ぜご飯とマスの春巻き弁当を作ります。春巻きを凍ったまま焼いて、ブロッコリーと人参も凍ったまま目玉焼きシートに入れて、水大さじ1を加えます。舞茸、ごぼう、人参。前日冷蔵庫に移して解凍した鶏肉。春巻きはカリカリになるように米油を追加しました。早く火が通るように蓋をして焼きます。蒸し上がったブロッコリーを取り出したら、人参に白だしを少しかけます。ブロッコリーは茹でずに蒸し焼きでも大丈夫です。マスの春巻きは冷凍してあったので、中まで火が通るようにしっかり焼いて、側面もカリッとしたくて立ててみたりしながら丁寧に焼きました。焼けたら取り出して、フライパンを拭いてから混ぜご飯の具に味付けをします。酒、みりん、砂糖小さじ1ずつと白だし小さじ2、醤油大さじ1を加えて、煮詰めたらご飯に混ぜます。いりごまも加えて混ぜ込みます。冷まします。切ってみよう。おいしそう。めんつゆにつけておいた卵。安定するように両端を切り落として半分に切ります。お弁当箱に詰めよう。この春巻きはマスにしっかり塩コショウをして粒マスタードを塗り、椎茸、ピーマンを乗せてオリーブオイルを少しかけ、春巻きの皮で包みました。前日にさつまいもをリンゴジュースで煮たので、それも入れます。さつまいものリンゴ煮は最近我が家のお気に入りです。いりごまを振って完成。冷凍ストックは前々回の動画で作っているので、気になる方は見てみてね。卵入りミートローフ弁当を作ります。前日の夜に茹でておいた卵の殻を剥いて、両端の白身を切り落とします。冷凍の枝豆とコーンにバターをのせて塩コショウします。大葉とたらこを挟んだはんぺんにマヨネーズとチーズをのせます。チーズはアイラップに入れて冷凍しておくとパラパラなままです。昨晩冷蔵庫に移して解凍した野菜入りのひき肉。クッキングシートの上に伸ばします。卵を乗せてくるくると巻きます。ひき肉が少なかったなぁ。薄いミートローフになりそう。ミートローフ弁当は過去にも投稿しているので、ちゃんとした作り方はそちらをご覧ください。アルミホイルで包んで、200度のトースターでまずは15分焼きます。お湯に塩を入れて、サラスパを
袋の表記より15秒短く茹でます。バターとたらこのふりかけを混ぜます。たらこふりかけとマヨネーズでも美味しいよ。少量のお湯に塩を入れてブロッコリーと人参を蒸し焼き、人参を取り出して白だしを少しかけておきます。ブロッコリーの水気を拭き取ったら、オリーブオイルと冷凍してあるおろしにんにく、輪切り唐辛子を少し混ぜて、塩コショウで味付けをします。トースター軍団はミートローフだけさらに10分焼きました。ご飯に枝豆とコーンを混ぜて冷まします。ミートローフ用にケチャップとソースを混ぜます。この容器は確かキャンドゥで買いました。さあ、切ってみよう。ひき肉が少なくて心配。薄いね。気を取り直してお弁当箱に詰めます。ご飯の上にお好みで黒胡椒、パスタはフォークでくるくる巻いて詰めます。ブロッコリーのペペロン風。パセリをかけて完成。ソースも忘れずにつけました。ここで普段見せない我が家の隠し収納をこっそりご紹介します。9センチしかないこの隙間、実はじゃーん、すごく便利な隙間です。ラップ類やストックを置いています。一番下はダイソーのファイルボックスの下に小さなコロコロをつけています。電車のようにもう一つ連結しようと思っています。これは100円のマグネットシートを強力接着剤でファイルボックスにつけています。そしてこれ、平安振動工業のスリムマグネットラックという商品で2000円以上するのに、ヤマダ電機でワゴンに入って798円で売っていました。落ちないように100均のプラダンを敷いています。フックもついていて便利。覗き込まないと見えないのでお気に入りの隙間です。我が家の隠し収納紹介でした。5色丼弁当を作ります。洗ったほうれん草を600ワットで1分30秒加熱して、水にさらしてアクを抜いてから水気を絞ります。お湯に塩を少々入れ、冷凍ブロッコリーと人参を茹でて、卵に白だし、みりん、砂糖、塩、醤油を少しずつ混ぜて、そぼろ用に味付け冷凍しておいたひき肉、前日夜に冷蔵庫で解凍したます。
人参も炒めます。卵そぼろを作ろう。ああ、ひき肉も冷蔵庫解凍しておけばよかった。このひき肉には調味料やおろし生姜を混ぜてあるので味付けは不要です。ナスも塩を振ってから冷凍してあります。かき混ぜながら焼いて、卵そぼろはあっという間に完成。空いたところが空炊きにならないように、なんとなくお湯を入れておきました。ナスに料理酒を少し、人参は酒、みりん、砂糖、白だし、醤油を少しずつ混ぜて味付け。焼けたら取り出します。ほうれん草は食べやすく切って、鶏ガラの素、塩、ごま油、いりごまを和えます。娘が大好きなほうれん草ナムル。ナスはほぐしておきます。よし、具材ができました。あとはご飯にのせるだけ。できるだけたくさんのせよう。なんとなく斜めに詰めてみる。パパさんは肉そぼろ多め希望だけど、わがまま禁止で野菜もたくさん入れます。厳しいね。クッキングシートで早くきれいにのせようとしたけど、あまり意味なかった。パパさんが給食、そして復職してからもう1年が経ちます。状況は変わらずですが、頑張っています。休職してしまった時はどうなるかと前が見えなくなりましたが、家族を養うために本当にすごいなぁと思っています。月収は半分になってしまいましたが、外食をやめ、パパさんはゴルフも減らして、家族で節約していたら、すっかり節約が楽しくなっています。1年前、心配してコメントをくださった皆様へ、とても感謝しています。さあ、春からも一緒に頑張りましょう。ご視聴ありがとうございます。またね。